週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部46話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回45話で陽子が登場。ミコトが警察署長の娘だということを話すと、陽子は事件の真相を話し始める。内容としては怪盗を捕まえようとしたところに探偵部が偶然遭遇し、ミコトだけが別行動を取ったため探偵にさらわれたという感じ。結局のところ大きな事件は起きていませんでした。しかし陽子探偵からは探偵部が怪盗にちょっかいを出されるかもとの助言が。46話では無事事件が解決し平和に戻った探偵部。すると男子生徒のもとへ招待状が届いていたと報告し、中身を見ると差出人は怪盗となっていて、我らが探偵部1から46話公開中です。3人同好会33話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回32話ではさくらの前からりくとてつがいなくなる前のりくの視点。かな子のために鉄を犠牲にしようとする考えに悩むリクは鉄へ相談があると場所を移動することに。リクがミュウ先生のことを話すと鉄は驚きましたが、その後2人で話し合い鉄がミュウ先生の元へ向かうことに。33話はミュウ先生と対面する鉄の視点。鉄はミュウ先生に対し奴隷になってもいいと言い出し。3人同好会1から33話公開中です。8子は何も知らない25話。この物語は男子高校生の薫がある日の夕方、世の中のことを何も知らないハチ子と出会い、そのハチ子が繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回24話は作ったクッキーを薫に食べさせるハチ子。美味しいと言ってもらい恥ずかしがるハチ子は薫にお菓子を買ってくるよう指示します。お菓子を買うために外を歩く薫の近くにサーシャがいて話をすることになり、25話でサーシャと話をする薫。サーシャはハチ子のことを濁したまま何も言えずにいました。その後文化祭まであと少しの状況で薫がハチ子に接客について聞くと、ハチ子は全くわからない様子で。ハチ子は何も知らない1から25話公開中です。学園の幽霊たち12話。この物語は学園で自爆霊をしていることに飽きたレイナが成仏するために生前の未練を晴らそうと同じ幽霊の優香と一緒に解決していく作品です。前回11話で美術室にいるモッチーと優香の話。優香は幽霊を見える人を探してモッチーを訪ねるが心当たりはないとのこと。またモッチーは生前絵がうまく、最近は美術室をよく出入りしている様子でした。12話ではレイナ、サキ、ポコの話し合い。優香に事件の詳細を伝えるためレイナはサキから事件について聞き出すことに。とりあえず優香に事件のことを伝えようとするレイナ。しかしサキは1週間以内に事件の真相が解決しなければ幽霊全員を消すと言い出し。学園の幽霊たち1から12話公開中です。閣僚と異界の姫20話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けると、そこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界、閣僚へと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハッチポット VR 公式フルボイス作品です。前回19話では秋田の記憶はただの勘違いだと判断する司。司がいつかに近づくといつかに式神の力があると言い出す。理由としていつかがこの世界に長くいることで式神の力が出てきているとのこと。その後司から封印術の基礎を教わることに。20話で色々あった日から明けて目覚めるいつか。市議はやはり来ませんでした。自分にできることをしようと張り切るいつかのもとへ秋人が現れ、一緒に正元のもとへ行こうと言い出し。閣僚と異界の姫プロローグ1から本編20話公開中です。次にインディーズ作品の公開情報について。醜い僕らへエピローグ。この物語はとある田舎の大学生が愛とは何か、幸せとは何か、醜さとは何か、自分の醜さと向き合う物語です。前回3話で電話をかけられたカケルの視点。いつもとは違う雰囲気のシローに嫌な予感がしたカケルはシローとルナの家に。そこには睡眠薬を大量に飲んで倒れている2人がいました。その後病院でシローの母サイコと口論になり病院を出ることに。エピローグは無事シローとルナが助かった後のカケルの視点。
今回の一件を踏まえて感じたかけるの気持ちに注目です。醜い僕らへ1からエピローグ公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポット公式サイトからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。次にハッチポット VR のアップデート情報について。今回のアップデート内容はこちら。ハッチポットビルダー UI 変更、 BGM 追加が簡単に。1つ目はハッチボットで VR アニメを作る際に使用するビルダー UI が変更になりました。前バージョンよりも使いやすくスタイリッシュなデザインとなっています。2つ目に同じくビルダーの機能 BGM 追加が簡単になりました。今までは BGM 欄まで移動して追加しなければなかったんですけど、アップデートによりビルダー入力しながら BGM 追加、そして詞曲もできるようになっています。以上がアップデート内容です。今後も VR アニメを作りやすくなるアップデートもしていく予定なので、この機会にぜひハッチボットで VR アニメを作成してみてください。脚本さえあれば簡単に VR アニメ制作が可能ですよ。興味ある方はぜひ概要欄からクリエイター登録してみてください。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、チャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。